ご理解第70節。人間は万物の霊長であるから、万物を見て道理に合う信心をせねばならない。胡椒がもし辛くなかったら胡椒の値打ちはない。人間が霊長としての値打ちに値しないものであったなら、霊長としての値打ちはない。教祖は人間が人間らしゅう、霊長が霊長らしく生きる手立てを教えられたのである。自然の働きを尊重する生き方こそ、同時にあった唯一無二の生き方である。師匠が自然の働きを尊重する生き方と教えてくださいます。その自然の働きを尊重する。これは言葉を変えれば、自然の働き、天地金の神様、神の働き、成り行きということになりますね。その成り行きを尊重する生き方ということになりますね。ある時、私どもが学院の夏休みに帰らせていただいて、礼拝堂の初代親先生のもとに、師匠のもとにご挨拶に行きましたときに、何の話からかご理解をくださいました。学院ですから、その御用に立つ、取次者として御用に立つ。いわば、人様が助かることのためにお役に立ちたいという御用に立つ。そのことからかもしれませんが、その心構えとして、人を助けるではいけないよと。人を助けるお役に立ちたいではいけないとおっしゃいましたね。人が助かるお役に立ちたいでなければならないと。そこには人を助けるには自分が助けるというニュアンスが含まれるような感じがいたしますね。それがいけないのかもしれません。人が助かる。そこには自分が助けるということではありませんね。神様がお働きくださって人が自然に助かっていく。そこにおのずから神様のお働きが現れて神様が助けてくださる。そういう取次者にならなければならないと教えてくださったのだと思いますね。ではどうしたらそういう取次者になれるのか。神様がおのずから働いてくださるような取次者になる。思わせていただきますのに、ある方がお国替えをされました。悲しいことです。人間の情からすればですね。しかしこれが大きな目で見ると、神様のお働きであることがわかります。いや、わからねばなりませんね。ところが人間なかなかわかりません。ですから悲しさいっぱいで終始してしまいます。そこに例えばその先立たれた身内の人が負い目なら負い目に現れて、その先にあの世に旅立たれた方があの世で待っておるといったような負い目をいただきますと、ああ、先に行かれたあの方が待っておられるのだ。ああ、このことも神様のお働きの中にあったんだ。また先にあの世に行かれたあの方も
やはり神様のご都合の中にあったんだというようなことが分からせられることがありますね。しかしそれでは遅いのです。それでは神様の手を煩わせすぎているのです。ちょうどわけのわからんだだをこねている子供をそのなだめるようにして、これこういうわけだからと神様がおっしゃっておるようなものじゃないでしょうかね。本当は神様からなだめられることなく、そのことが合点がいっていなければならないのですね。師匠がある時、だんだん年を取ってくると、神様からのお知らせが少なくなったというようなことをおっしゃっておられました。さもありなんと思いますね。若い頃はそれが神様のお働きかどうかわからなかった。信じられなかった。だからそこに神様がこれは神の働きだぞというようなことを見せてくださるわけですね。言って聞かせてくださるわけです。それで、なるほど、これは神の働きかと合点がいくわけです。いわゆるリズムに乗ったお働きがそこにあるからですね。しかし長じてそれがもうそういうリズムをいただかなくとも、神様からこれは神の働きだぞと言われなくても、もうすでにこれは神の働きだと悟る、合点がいく、言っているものにはもう言うて聞かせる必要はありませんね。いわばあれは孔子でしたか孟子でしたか、我思うところに従えども範を超えずとかいうのがありますね。思うこと、なすことが神様のご帰還にかのうておることであれば、もう神様は口出しをされる必要がないわけですね。神様からこうだぞと、親愛だぞと、これは神の働きだぞと諭されて初めて合点がいくというようでは遅いというわけですね。もうそういうお働きをいただかなくとも、これはもう神の働きだと、もう即お礼の言えれる信心、神様に感謝の心が湧いてくる信心、そこに初めて人が助かるというような、神様が働いてくださる信心というのでしょうか、になるのではないでしょうかね。師匠がまた、私のありがたいというその余波で人が助かるともおっしゃっておられましたね。その師匠のありがたいというその余波、それは神様からこれはありがたいことだぞと教えられて、そうなのか、ありがたいことなのかという程度のありがたさでは、とても余波で助かるようなありがたさとは思えませんね。神様から何も言われなくとも、これは神の働きだぞと神様からわざわざ言われなくても、これは違いない神様のお働きだとお礼の言えれる、そこに感謝の湧いてくる信心をさせていただいて、初めて
そこに人が助かる、そういう働きを神様が表してくださる信心になるのではないでしょうかね。大変高度な信心かもしれませんけれども、そこをやはり目指さねばならないということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。